What's up guys? 皆さんどうもこんにちは、いっちーです。今日は何をシェアしていくかと言いますと、カナダのコロナの最新情報と差別について語っていこうと思います。ちょっと真面目なトピックですけども、お許しください。ちなみに今日は5月31日の日曜日ですけども、余裕で普通に16度しかないですね。今5時だけど普通に16度しかないっていう、これこそがカナダでございます。さあ本題に入っていきますと、カナダのコロナの最新情報ですね。本当に今日も噛む。3月16日にもうカナダが鎖国して、もうすぐ3ヶ月経つわけですよ。もう早いもんですね。本当に3ヶ月間家にこもってるとなんてもう本当に体がなまっちゃうって感じですけども、本当にかもな今日。今だいたい1日にどのぐらいのコロナの感染者数がいるかっていうと、1日にだいたい300人から400人っていう、ものすごい数が出てるわけでございますよ。日本なんてね、1日に20人とか、第2波が来てるって言われてるけど、だいたい1日に20人ぐらいじゃんね。で、そもそも人口を比べてみようと思って、日本の人口は約1億人。オンタリオ州、トロントがあるこのオンタリオ州の人口は約1000万人。つまり日本の人口の10分の1しかないのに、今1日に200人、300人、400人ぐらいのコロナの感染者数が新しく出てるという状況ですね。なんだこれ。なんでかっていうと、そもそもね、最初の頃はすごいソーシャルディスタンスめっちゃやってて、本当にみんなちゃんと間空けて、もう絶対人とは距離取らないよみたいな感じでやってたんだけど、だいたい200人ぐらいに1日200人ぐらいに落ちてきた頃から、もう一気にみんなの行動が変わり始めて、普通に海に行ってた友人というか知り合いのストーリーとか見ると、本当に海にも大量に人がいて、もう日向ぼっこしてるし、もうソーシャルディスタンスどこみたいな。で政府も政府で200人到達したから規制解除するねみたいな感じで、普通に小売店とあと個人スポーツのできる店はもう完全にオープンしちゃいました。つまり小売店っていうと、例えば普通に、アパレルの店とか普通にザラとかそういう店がもう普通にオープンしちゃったっていう。ショッピングモールに関してはまだオープンしないんだけど、普通の路面店に関しては完全にオープンしてるので、この間普通にお買い物でダウンタウン行ったけど、普通にザラの前とかにブワーって人並んでて、でそうじゃなくても普通に道で普通にめっちゃ人歩いてて、めっちゃ人おるやんみたいな。でもみんな別に家族だから一緒にいるならわかるけど、普通に友達同士でみたいな、みたいな、早すぎんそれやるにはっていう。だから普通にどんどんまた数が上がってってるっていう形ですね。でマスクしてる人の割合はだいたい個人的に感じるのは3割4割ぐらいで、その3割4割の中でも半分の人は普通のマスクしてて、半分の人はシールドっていうこういうプラスチックのもうダフトパンクみたいなああいうやつをしてるって感じですね。でやっぱりマスクのするメリットとして、コロナは空気感染じゃないけど、でもやっぱり知らん間にこうやって顔にタッチしちゃうわけじゃん。でそれを防いでくれるのがやっぱりマスクをすることによって顔をタッチするのを防ぐから、だからそれが素晴らしいなと思うんだけど、みんなやってないんだよねっていう。なのでコロナの数はまたこういう感じになってます。政府のやってることはいいところもすごいあって、日本と比べてね、緊急支援金制度Canada Emergency Response Benefits っていうのがあるんだけど、これは誰がもらえるかっていうと、日本は全員じゃんね。こっちは失業した人のみがもらえるっていうシステム。1ヶ月に2000ドルもらえるってすごくないっていう。日本円だと多分18万とかで、それが4ヶ月間最大でもらえるっていう制度があります。であともう一つ Emergency Student Benefit、 その学生の支援金制度もあって、これが1ヶ月1250ドル。これ5月からスタートして8月まで続く予定でございます。だからすごいガバメントはしっかりしてくれてるのに、あれ人々みたいな、人々何やってるみたいな、そういう感じの状況でございます。でコロナで起こってる差別に関してなんですけども、そもそもコロナ関係なしに日本人が差別対象にあるっていうことを意外と知らない人多いと思うし、私も日本にいた時は知らなかったから、これはすごい伝えたいんだけど、日本人ってバリバリ差別対象なの。日本にいた頃はさ、差別なんて黒人が受けてるものなのかなみたいな、やっぱ他の国のことだよねみたいな感じだったけど、自分もマイノリティなんだっていう。もちろんその人種を考えた時にこういう
欧米って、もちろん白人が多い国だからやっぱりマイノリティになるのは当たり前だけど、やっぱりマイノリティとして差別されるんだっていうことだよね。やっぱり中国人への差別っていうのはすごい大きいけど、彼らにとって、白人黒人にとってアジア人って全員中国人に見えるわけじゃん。だからこそやっぱりめちゃくちゃ差別される。で私も、コロナに関することで言えば、例えば3月ぐらいにダウンタウンでなんかこんな感じかっつってストーリー撮ってたら、普通になんかエイジアンベッチみたいな風に言われて、みたいな。カナダって移民の国だから普通になんかみんなが移民に対して優しいと思ってたから、それがすごい衝撃的で、あと電車に乗ってた時も高校生ぐらいの男がずっと私のことなんかめっちゃ睨んできて、なんかそこまで睨むかみたいな。だからもう私もう無視してたけど、もうなんかその子の友達のことやめなよみたいな、ストップみたいな感じで、もうこれは本当にコロナ関係なく本当にアジア人差別っていうのは存在するっていうのを改めて身を感じたって感じですね。感じた。これは聞いた話だけど、例えばクラス一緒に受けてる女の子が授業で言ってたのは、普通にバスに乗った時にその目の前にいた男性が普通にもうなんかみたいな、なんか別に咳もしてないしくしゃみもしてないのにもうずっとこうみたいな、もう明らかな差別じゃん。でこれはイギリス行ってた友達の友達から聞いた話だけど、なんかバスに乗ってた時にもうなんか周りのやつらに「お前バス降りろ」みたいな、お前コロナだろみたいな風に言われたりしてて、やっぱりもう元からアジア人差別はあったけど、やっぱりコロナのせいでどんどん加速してってるなっていうのは感じる。そもそもなんでこの差別の話をしてるかっていうと、ご存知の方も多いと思いますけど、アメリカでね、ジョージ・フロイドっていう方が白人警察官に不当に疑われて道路上に顔を伏せられて、そんでその首のところに思いっきり膝を乗せられて、ほんでそのまま窒息死したっていう事件があって、そんですっごい大ニュースになってるわけだけど、もう本当になんで私は21世紀にもなって差別っていうのが存在してるのが全く理解できないし、警察官という立場が無実の一国民をそういう風に死に至らしめるって絶対おかしいと思うのよ。でこういう黒人差別っていうのはずっとアメリカが抱えてきた問題だけど、黒人差別だけじゃなくてアジア人差別もちゃんとあるっていうこと。ほんでカナダというもっとアメリカよりも移民の国でもこれは実際に起きてる話だから、なんか日本人もみんなちゃんとこれに目を向けてほしいし、自分が海外に行った時は自分がマイノリティになって、ほんで差別される側になるっていうことを考えてほしいっていうのと、あと日本でもやっぱり差別っていうのは存在してるのよ、ちゃんと。例えば私の友達だとブラジル人のハーフで日本に住んでるみたいな、なのに中学校で授業とかでなんか「お前外国人だから英語できるんだろ」みたいな「いやそもそも英語母国語じゃねえし」みたいな、なんかそういう風な、差別ちっちゃいかもしれないけども、そういう差別はあったりするし、あと私がね M というね、こちらで働いてますけども、もう普通にやっぱり中年のジジイとかがさ、普通に例えば外国人のスタッフが間違えたとします。その時にこれお前外国人だから間違えるんだろみたいな、お前らの店なんでこんなに外国人多いんだよみたいなことを普通に言ってくるし、外国人がいるからホスピタリティが下がったじゃねえかみたいな、サービスのクオリティ下がったじゃねえかみたいな言ってくる人普通にいるから、いやお前それ普通に差別だろみたいな、言いたいけどもちろんこらえるけども、そういう風に普通に差別は存在してるっていう。だから差別って聞いて違う世界の国のことじゃなくて、実際に身の回りで起きてるし、だし自分が海外に行ったら自分が差別されるっていうことをちゃんと気に留めてほしいっていう感じですね。あとちなみに日本人女子って世界的にモテるのよ。なんか普通に私アメリカ行った時もウーバーのドライバーが日本人女子って可愛いよねみたいな、世界一だよなみたいなことを言ってたりして、本当に日本人女子はモテるんだけど、でもやっぱり日本人女子が集団で集まってみんなキャハキャハイエーイみたいな風にやってるとマジであれ差別の対象になる。私普通に語学学校ちゃんと通ってた時にトルコ人の女の子に言われたんだけど、日本人ってなんであんなキンキンした声で喋ってるのみたいな、毎回あいつらがいると耳痛くなって頭痛くなるのみたいな。
だから日本人の女の子の集団はマジで私無理みたいな言ってて、だから日本人はまあ普通になんか高い声でイエーイみたいななんか騒ぎがちだけど、でもこっちの世界からしたらやっぱりかなり目立つから、まあ海外行く時は行動にかなり気をつけないと、まあ反感を買うかもしれないよっていうのもまあアドバイスの一つかな。まあてなわけで、まあとりあえず言いたいこととしては、まあカナダは、まあカナダ人はみんなアホなので本当にまあ感染者数が全然減ってないよっていうのと、まあコロナに関係なくアジア人差別、そして日本人に対する差別っていうのは全然存在する。そしてまあ日本人はやっぱり平和ボケしてて、やっぱりね自分も日本にいたらそんなこと全然気づかないし何とも思ってないけど、でもやっぱりこっちに来て差別っていうのが実際に存在して自分も受ける側なんだって思った時に、やっぱりちょっとは気にしなきゃいけないなと思ったので、まあみんなもちょっと考えて、なんだろう、もっと身近なものだと捉えてくれたらなって思ってます。てなわけで16度だとさすがに1枚だとちょっと寒いので震えてきてますので、まあ家に帰ろうと思います。まあ次はね、まあ多分私の1日とかカナダに来て驚いたことみたいな動画作ろうと思ってるんで、また作ったらまたお願いします。そして私のことサブスクライブお願いいたします。それではまた次の動画で会いましょう。バイバーイ。